はい、こんにちは、梅野です。本日は蘭の花を取っていきたいと思います。はい、4月から NHK の連続テレビ小説でらんまんというドラマが始まりまして、牧野植物園も多分人気スポットになってくると思いますので、今日その前に取りに来ました。では早速、この中のお花を取っていきたいと思います。はい、1枚目ここ取っていきましょう。普通にサンドイッチの構図で取るのもいいんですけれども、自動ドアとかが邪魔になりますので、そこはこの前ボケを使うことで人工的な自動ドアを隠しまして、で縦構図で切り取って取っていきたいと思います。でピントはこっちの向こう側に合わせて、でここを前ボケに使っていきます。そうすることで、前ボケの要素が入るのといらないものを隠す目的があります。はい、カメラを設定していきます。前ボケを使いたいので、縁は5に設定しました。ちょっと暗い場所で、なってますので、ISO 線に上げてシャッタースピード80分の1秒出るように設定しています。で露出はプラマイゼロのマルチパターンソックを使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。前ボケを使って今いらないところを隠したのと、右側のお花のところにピント合わせて撮っています。一応このお花の黄色の上のところと下の欄のところをパースっぽく使ってみたんですけれども、そこそこですね。光がちょうど今上から当たってますので、明暗さの表現はできたかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここの光が反逆光で入ってきている紫の花を取っていきます。この前のお花を前ボケに使いまして、でここを取っていきます。で向こうの木漏れ日がちょっと玉ボケっぽくなると思いますので、こちらを取ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は開放の F4 に設定しまして撮っていきます。でちょっとだけシャッタースピード遅くなるので ISO125 に設定して30分の1秒出るように設定しました。焦点距離はそこそこ露出はプラマイゼロのマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。画面の左上の方、3分割の左上の交差点付近と縦のラインのところにメインの紫の花を配置しまして、で右側は玉ボケを入れてみました。で反逆光で光が当たってますので、光の当たり方が綺麗なのとお花のところにちょっと影ができて立体感があるかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここのお花を対比構図で撮っていこうと思います。ちょうどいい配置に生えてくれてますので、手前のちょっと日陰になって暗い方のお花をボケさせて撮りまして、後ろの光が当たってる方のお花にピント合わせて撮っていきます。でこっちをボケさせて、こっちをピント合わせて、3分割の左下の交差点にこっちが入って、右上の交差点にピントがあったお花を入れることで、対比構図という形にすることができるかと思います。ボケてるやつと見せたいやつを対比させるっていう構図ですね。それではちょっと撮ってみたいと思います。はい、カメラの設定していきます。後ろの花びらは結構広いですので、ちゃんとピントが合うように F 値 5.6 に設定しました。で焦点距離 120mm で撮っていきますので、
ISO を4000に上げることでシャッタースピード、200分の1秒以上出るように設定しています。で露出はプラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。左下のお花は、暗くなっているのと、右上のピントを合わせたお花は明るくなってます。で左下はボケてて、右上はピントが合っているので、対比構図という形にして撮ってみました。こういう方法を撮ることで、こうパッと写真を見た時にもう右上のピントが合っているお花の方に目線が行くような写真にすることができます。で反逆光で光が当たってますので、白いお花やと光が透けて結構綺麗に見えます。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここの光が当たっているお花を撮っていきましょう。手前にこの葉っぱがあるので、葉っぱをちょっとフレームというか前ボケに使わせてもらいたいので、これの中に入りまして、この間からこれを前ボケに使いつつの、その間からピント合わせたいお花を狙っていきたいと思います。でこの前ボケに使いたいこの葉っぱも、ここに光が当たってて、こっちは暗くなってますので、多分この辺は映らなくて、でここだけがこう明るく見えるワンポイントになると思います。で速攻モードをハイライト重点速攻を使うことで、光が当たっているところが、適正露出で、それ以外のところは結構暗く映ると思いますので、そういう設定でちょっと撮ってみたいと思います。はい、カメラの設定していきます。前ボケを使っていきたいので F 値は開放の4に設定しました。でここも焦点距離 120mm ぐらいで撮りたいので、シャッタースピードを速くするために ISO は1000に設定しました。この場合でシャッタースピードが100分の1秒以上は出ますので、これで撮っていきたいと思います。露出はプラマイゼロのハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。3分割の右上の交差点にピントを合わせたお花を入れまして、で左側は先ほどの葉っぱでボケさせて撮りました。ハイライト重点速攻を使ったことで、明るいところは適正露出になりまして、で葉っぱの光が当たってないところとかは結構暗くなりまして、で左下のワンポイントにこう緑の明るい光が入ったり、右上のお花のピントがあった背景は暗くして撮ることができました。そうすることで薄ピンクのお花なんですけれども、その色が際立って見えるかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、今日はですね、この24120の F4 っていう小三元の標準ズームレンズ、今回初めて使ってます。買ったのは1月ぐらいなんですけど、なかなか使う機会がなくて、やっと今回、デビュー戦ということで使ってるんですけれども、ちょっとこの F4 っていうのに慣れてなくて、なんかこうね、今のところなんかこう手応えがないんですけれども、ちょっと今回使って、またこれからお花の季節になってきますので、いろいろ使いこなしていきたいと思います。結構寄れるレンズなので、使い勝手はいいかなと思います。はい、次はちょっとシックな感じで撮っていきたいと思います。今ちょうどこうすごい光が当たってるお花がありますので、これをメインに撮りまして、後ろにあるところはボケさせて、ちょうどこう真ん中で区切った、シンメトリー構図じゃないですけど、そういうのを使いつつ、ピントが合ってるやつ、ピントが合ってないやつの対比構図にもして撮っていきたいと思います。でこれ横で撮るとすごいいらないものが映りますので、縦構図で切り取って撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。後ろにある白いお花はボケさせていきたいので F 値は4に設定しました。でここも ISO を1000に上げることでシャッタースピードが60分の1秒は
っているようになっています。で、白いお花に光が強く当たってますので、白飛びしやすい環境になるので、ハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。左側がピントを合わせたお花で、右側が同じお花なんですけどもボケさせたものを配置しています。で、ハイライト重点速攻を使ったことで、光の露出が、背景が暗くて光が当たっているところは適正露出になりますので、全体的にちょっとシックな雰囲気を出すことができます。それだけの写真になりますので特にないんですけど、明るい写真ばっかりじゃなくて、ちょっとシックな写真も撮ってみたいときはハイライト重点速攻を使って撮ってみてください。はい、次はここのお花を撮っていきましょう。サイド光で光が当たってまして、で白いお花なので結構ライトアップされたような感じになってます。で、背景のところは日陰になってますので、これに露出をしっかり合わせてあげることで背景を真っ黒にすることができます。そうすることでよりこのお花を目立たせることができます。で、難しい、縦構図で撮ってしまうとこう見せたいものがはっきりしない、お花全体が写ってしまうので、いまいちになります。で、横構図で撮ってしまうと今度この辺とかなんかちょっと背景の明るいところとかが入ってしまうので、邪魔になります。なので使う構図は横構図を使っていくんですけれども、ハイアングルから撮ってあげることでこっちの明るい背景を映したくないところは白いお花で隠してあげて、暗い背景だけを使っていきます。で、構図は3分割の構図を使って撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ちょっとこのピントを合わせたいお花のところに、しっかりピントを合わせていきたいので F 値は5に設定しました。で、実際のところにカメラ向けると明るいので ISO100 でも、シャッタースピード320分の1秒は出てます。で、露出アップ名前0のハイライト10点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。で、狙い通りの、写真が撮れたかなというところになりまして、まずハイライト重点速攻を使ったことで、さっきこの、動画を撮ってた状態だとお花がもう真っ白に白飛びしてたと思うんですけれども、ハイライト重点速攻のおかげで白く飛んでたお花はしっかりと綺麗な露出で写っています。で、その代わり背景は暗く写ってますので、これも予定通り手前の白いお花に露出を合わせたことで背景を真っ暗にすることができました。こうすることで、この画面の中に余計なものが映りませんので、何を撮りたかったのか明確な写真にすることができます。で、構図は3分割の、シンプルな構図を使ってますので、狙いやすいかと思いますので、ぜひ真似してみてください。はい、本日は牧野植物公園に、写真を撮りに来ておりました。4月からまたそのドラマが始まるとすごい人気のスポットになると思いますけれども、シャトルバスとか出てますし、駐車場もちょっと広くなってますので、アクセスはいいかなと思います。またシーズン中に、来られる方はぜひ来てみてください。今まだちょっと3月入ったばっかりの日ですのでお花あんま咲いてないんですけれども、これが4月5月になってくると一面お花畑になってくると思いますので、ぜひ来てみてください。今日は、そこそこ撮りましたので帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。